今日はですね、アニメーターの押山清隆さんっていうとですね、ちょっと改まった感じになっちゃって、僕はですね、押山くんって呼んでんでこの放送中押山くんと呼ばせてもらうことにします。で押山くんというですね、僕と同い年の、スーパー天才アニメーターなんですね。はい。僕ね、天才っていう言葉はですね、あんま好きじゃないんですよ、正直。そういう天才って言葉で何か物事の本質をね、ごまかしちゃうって簡単に使うべき言葉じゃないと思ってるんですよ。で、この放送でもね、そんな話をしてると思うし、本人は不本意だと思うんですけど、あえてですね、じゃあ天才って誰に使うのっつったらね、僕の知ってるアニメーターの中では押山くんリアルに知ってる中の、天才って呼べるうちの一人なんじゃないかなと。っていうのと、天才っていうのはなんとなく適当にやってればうまくいきましたみたいな、そういう都合がいいもんなのかっていうと、そんなことなくて、結局そんな天才でも結局見ながら書こうねとか、資料集めて9割とかさ、それいつもアニメシルクって言ってることと結局同じなんですよ。ポイントはね、彼とはですね、電脳コイルの時席隣だったんですよ。だから5時間ぐらい朝までよく喋ってたね。僕が最初に入った電脳コイル、5話の作家だったんですよ。で、僕がガシガシ書いてたんですよ。あんま上手くない絵でガシガシ書いてたんですよ、アクションをですね。そしたら随分元気よく動かしてるねみたいなことを彼から話しかけてくれて、こんなん書いてんだよみたいな話で見せて、そんなようなとこから始まったと思うんですよ、会話がね。最初びっくりしたんだよね、最初ね。自分と境遇が同じというか近いんですよ。その年齢と同じ福島県出身であるっていうことと、こんなにうまいんかいっていうのがね、ほんと最初の印象でしたね。うまいっていうのも安っぽくて軽薄なうまさじゃないんです。どこの巨匠ですかみたいな何この落ち着き払った安定感みたいな。一応さ、僕ジブリでうまい人いっぱい見てたじゃないですか、一応。だけどその上手い人たちと引けを取らないぐらいのレベルだったんですよ、簡単に言って。いや、僕の目線からするとね、本人がもしもこの放送聞いてたら異論があるかもわからんが、少なくとも僕から見た限りだと、その25、6の段階でジブリのその第1級のねレベルの人たちとはっきり言って大差がないと。うわー、これいいなっていう感じの絵をね描いてたんですよね。すごいびっくりしましたね。上手い人ってやっぱいっぱいいるわけです。その残るの創作家やってた本田さんとか、もちろん監督の磯さんとか、そして井上俊之さんとかね、もうほんと銀河系軍団、もうレアルマドリードかよみたいなねジブリもすごかったけど、人数に対しての高密度具合は電脳コイルやっぱ半端なかったんですよね。他の人たちはもう20年からキャリアが違うから、うまくて当たり前ってこともないんですけど、すごいのは当然だよねっていうところあるわけですよ。その押山くんに関しては年齢も同じであれば出身も同じであると、どこそこで特殊な勉強をしてきたとかそんな感じじゃないんですよ。僕としてはね、言い訳しようがないんですね。いや、何がすごいってね、うまいのもそうなんだけど、絵柄がいいっていうのもあるし、その表現したいことがやっぱ子供の柔らかさとか風合いみたいなものまで小手先でうまいんじゃなくて、その後ね、やっぱ宮崎さんのね信頼を得るだけのことはあるというね、その物事の、見る深さが深いんだよね。その子供のポージングとか仕草がやっぱねうまいんですよ。ただ単に綺麗なかっこいい、絵とかじゃないんですよ。もっとそこにいる感じがするとか、まさにアニメーションとしてすごくねいい絵だったんですよね。でそれをですね、すごいスピードでえらいスピードで隣で描いていくわけですよ。これどういうことなんだろうと思っていやー、ちょっとあれはですね、いや本当にいい経験といえばそれものなんだけど、いやー本当に吉山君すごかったっすね。そうだ、その後ね、エヴァンゲリオンの歯でも同じ部屋でねいろいろやったりとか、あとねスタジオからの時に自転車で信州の方にそういうツールド新州的なやつが、アニメ業界である、それなのにね、一緒に出たりとか、あと個人的にも、一緒に一時ねスキーに毎週行くみたいなこともやってたね。6、7年ぐらいから2011、2年ぐらいまで結構ね何回かと
仲良くさせてもらった接点のあったうちの一人なんですよね。で皆さんに知ってほしいのはやっぱね、天才なんだけど天才はいないってことなんですよ。みんなが思ってるような天才はいないんですよっていうことなんですよ。例えばですけど、電脳コイルの首長竜っていうね13話の話があって、でその時にね、その首長竜を、育ててたそのグラウンドみたいなのがあるんですよ。でそのね街並みをひたすらまず俯瞰図で決めて、その周辺にある建物を決めてたんですよ。そのグラウンドからちらっと見えるわけですよ。グラウンド結構広いから、すごい遠くの方で見えることもあれば、グラウンドの側面っていうのかな、に近ければその建物が結構もろに見えるという街づくりしてて、マジかーって思ってね。でその街づくりのためにひたすらネットで資料をバーって集めて、それこそねこういろいろ見たり調べたりで、ここはこの建物、ここはこの建物っていう風に、東西南北決めて街作ってたんですよってね、いやーすごいなと思いましたね。なんかねそういう感じなんですよ。上っ面上辺をきれいに整えるとかじゃなくて、本当にねその基礎の部分からしっかりね作り上げていくっていうね、こういう発想をするんだなと思って、そういうことなんですよね。すごい綺麗なスーパーテクニックとかね、なんかみんな好きじゃんそういうのそうじゃないんですよ。もっとすごい基礎がしっかりしてるねそういう建物のような絵の描き方やっぱするんですよ。確実に着実に物事が進む、しっかりと形になるっていうね。いやそういうのをですね間近で見れてすごいなと思いましたね。ほんとね運が良かったんでしょうね僕ね。なんか知り合いになって、いい影響をですね受けて、で一緒にね遊んだり飲み会したりとかね、いろいろねやってましたよ。とにかくいっぱい絵を描きたいんだと。でとにかくいっぱい絵を描く仕事ってなんだろうって言ったらアニメーターなんだよねっていう話はよくしてたと思いますね。そうとにかく彼はねいっぱい絵を描きたいんですよめちゃくちゃ、そして早いんですよ。シンプルなんです。めちゃくちゃシンプルなんですよ。でその時にイラストとか漫画とかさ、やっぱり成功失敗のいろいろあるじゃないですかね。その中でアニメはほんと一番ね画力をダイレクトに生かすことが、できる仕事だと思いますね。なんでいろいろあるけれど、何にしても絵が上手くなりたい人とか、とりあえず絵を仕事にしてみたいなという人のですね、実はね登竜門としてアニメ業界っていいんじゃないみたいないうことはね彼は言ってますね。で僕もそれはそう思いますね。っていうのは、みんなどこかで頑張んなきゃいけない時っていうのがね、これね多分あるんですよ。その人ってなんかね何か頑張る時は必要なんだけど、その頑張り方が的外れだったりすると、その頑張りはね無意味なんだよね。でおしゃもくの本にも書いてあるけど、プロとしての求められてる技術を察知して、でそれを常に修正し続けないと結局使えないっていうか無駄なんだよねっていうね厳しい言葉も実は書いてあって、そうなんだよ。だからめちゃくちゃ調べて、めちゃくちゃ常に自分の実力とやりたいことを、今で言うと Google マップじゃないけどさ、自分が地図上のどこにいるのかっていう GPS をですねしっかりと見定めて行動して、場合によってはその、向かう方向を修正して、でまた進んでまた修正してっていうね、このね軌道修正めちゃくちゃ繰り返さないと、いやー私頑張りましたからってね何も褒め言葉じゃないんですよこれ。いや頑張るのは当たり前なんですよ。人よりも楽しい人生とか、人より秀でた何かをしようというような野心のある人は頑張るのは当然なんですよ。ただ頑張り方とか頑張る密度ですよね。ただ長々とダラダラ1日15時間絵描いてないです。別にそのおしゃまくにしても何してもずっとじゃないんだよね。ここだっていう勝負のタイミングの見極めと、その瞬間の瞬発力やっぱ半端なかったっすよ勝負師な感じあったよ。この時すげえ頑張んなみたいなね。やっぱね、そうおしゃまくんね格ゲー好きだったんですよね格ゲーもそういうとこあるじゃん。最後のゲージが1とか2ぐらいになったところからさ、必殺技で勝つみたいなのあるじゃんね。そういうねなんかね勝負際
は分かってる人だなって思ってたね。机並べてやっててそういうのは感じたよね。常に漫然と頑張るわけじゃなくて、ちゃんと頑張り方を知ってるっつうか、頑張るタイミングが分かってるっつうか、がむしゃらにやってもダメなんですよね。で、なんとなく天才でなんとなくうまくいった人は誰一人としていないということがおそらく分かる本なんじゃないかなって僕は思うんですよ。天才っていうとなんとなく呼吸してたらなんか成功したんでしょみたいなさ、そういうイメージがあるじゃんみんな。あ、天才ですからねみたいな、あ、よかったっすね天才でみたいなそんな人は一人もいないんだってことが分かる本なんですよ。僕からしたら多分最も天才という言葉に近そうな人物なんだけど、そんな人でさえもそんなに考えてるんですよってことを知ってほしいんですよ。なので幻想なんですよ、皆さんが思ってる天才っていうのは。だから実質天才はいないってことなんですよね。皆さんが思ってるような天才はいないんですよ。そこにはですね、もうめちゃめちゃ考えていろいろやってるっていう人がいるだけなんですよ。ね、考えてこうかなああかなって試しやってるというね、そういうことなんだよね。